ワールドカップでプレーする。さあ、初の MLS、はい、バンクーバーホワイトキャップスの高岡洋平選手はい、のなんと密着をさせていただけるということで、ホワイトキャップスのこちらクラブハウスに来ました。高岡選手と合流してなんと練習も取らせていただけるという。本日練習なんですが、明日アウェイに移動で、明後日が試合になるんですよね。こんな本当ね、直近で大事な時に密着させていただけるということで、本当に超貴重映像になってますので、早速行ってみたいと思います。はい、オールスターにも選ばれたっていうことで、もう今大活躍久しぶりです。朝早くにお願いします。貴重な時に本当ありがとうございます。よろしくお願いします。あとオールスター選手おめでとう。ありがとうございます。オールスターもう出るということで、ちょっと後でその話も聞きたいですね。こんなプロクラブに入れるなんて超貴重すごいです。ありがたいですね。大学の施設の中にある。あ、そうなんだ。グラウンドが結構いっぱいある。なるほどなるほど。環境面がいいんだね。充実してる。本当すごい。すごいですね。すごい。ダンと、さあホワイトキャップス入団ということで、こちらのユニフォームをお借りして今日は取材をさせてもらえるという。高岡選手、共通項で言えば横浜 F ・マリノス、そこからのやっぱ MLS に来て、もう今はもうそのオールスターに選ばれるということで、皆さん分かりやすく言うとメッシと一緒にプレーするみたいですね。はい、同じチームでっていう。いや、すごいですよね。日本人初選出みたいなんで、その、MLS のオールスターに選ばれる。でかつゴールキーパーって、ね、なかなかですよ。難しいですよ。相当信頼ないと、このオールスターっていうのも選ばれないので、しかもまずこのホワイトキャップスで守護神をずっと毎シーズン不動の、そんだけのやっぱ信頼を勝ち取ってるっていうところがこの海外の地で、吉田麻也選手がとか、山根選手が活躍はしてましたけど、またそのね、ホワイトキャップス本拠地がカナダバンクーバーなんで、またね、この日本人の価値っていうのが再構築しないと、しかもキーパーでっていう、本当すごいですよ。ありがとうございます。かっこいいですね。その語学の部分も全然話せない選手と話せる選手分かれるので、やっぱキーパーはね、どうしてもコミュニケーションが絶対命なところあるので、ポジション柄ちょっとやっていけないので、そういう意味でああやってね、当たり前ですけど、こういうコミュニケーションね、こんな間近でね、見させてもらうのはなかなか。吸い付き具合って言ったらいいのかな、ファンブルをやっぱさっきから見てると全然してないじゃないですか。あとキックの質でいうとフィールド以上のものがあるっていうね。Up, up, up!
毎回毎回スイッチするごとにキーパー同士でこう、ね、タッチし合うあの仕草というかすごくいいなっていう競争の中にもやっぱり、ね、高め合うそう高め合う仲間というか双方にリスペクトがねやっぱ感じられますよね。Fucking good! Fucking good! Man, don't really, really. キーパーコーチとのコミュニケーションがかなり取ってるなっていう。そうですね。Ja, para sig! Ja, Jovi! Yes, 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 ja! Ja! Para sig! Ah, Luis! Push up! Ah! Ja, para sig! Ja, 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 ja! Hey! See your head is out. Too late, too late, too late, too late. Up, push. Up. Wait. Come to front, come to front. Up. La. Ari, Charlie Chaplin now. Charlie Chaplin. Up. Set. 致命的な失点に一番つながるポジションなんで細かいところをこだわりながら練習をやってるのが今日はかなり伺えますね。お疲れ様でした。みっちり、みっちりそうですね。はい。結構2日前で、まあ昨日だったんで、試合終わって翌日オフで、あーなるほど今日だったんで今日ちょっと上げてで明日調整して、なるほどなるほど試合っていう感じで。これやっぱコミュニケーションめちゃくちゃ取るんだね。そうですね。はい。結構喋りますね。はい。まあ特にキーパーコーチは、まあ試合どうだったとかよく喋るんで。はい。 Nice to meet you. Yeah, he's been. So since I came as a coach, I think he's been doing very well. He's very proactive on crosses coming out, and he's very good playing with his feet, and he's had some very good saves. So I think that he's been having a good season so far. Yeah, I think that he's pretty good at picking up information. I think he's very good at learning. He has good abilities to adapt. Now I came in with a new style, so I think that it was pretty easy for Yohei to adapt to doing something that he was not that used to last year. And I think that that's always good for a player, that he can adapt to new things. And then he's always fit and ready on the training ground, and that's very well, because that's important for a goalkeeper and for every player, that he's available and can maintain the daily training sessions. So it's nice to have a keeper that's and a player that's reliable and also available. Yeah, he's not the highest shouting player. He's calm and collected, but he still earned respect with his teammates, also for his performance and the way he's been performing. So I think that's where he is with his teammates. They trust him and they know they have a good player alongside them when he plays. And of course he's not the one who cracks the most jokes. At least not when I hear it. Maybe he does in the locker room when I'm not there. But he's a very good person to work with, and yeah, he seems to be a great teammate also. 一緒にランチをさせてもらえる。いいですね。こんな体験なかなかできないじゃないですか。ないですね。ランチはでもあと僕グルテンフリーしてるんで、はい。まあご飯かグルテンフリーパスタか、まああとはまあ肉とかやっぱタンパク質はやっぱちゃんと多めに取るようにしてます。I don't understand why he's not national team. You have to no, the top goal in the league have to be in national team. Come on, man. 朝もこれ昼も食べられるんだよ。はい、そうです。朝昼ですね。これめちゃくちゃいいんだよ。はい、終わってすぐやっぱ食べられる。チームメイトとか飯食いに行ったりするの？たまに行けますね。
でもランチが結構多いですかね。家族いたりとかもするんで、選手もそうですし、クラブ含めてなんかすごいあったかい、ウェルカムな感じはすごいします。サウナの施設行ったりとか、都会なところもありつつ自然もやっぱあるんで、ちょっと山ハイキング行ったりとか、ビーチでちょっとのんびりしたりとかはしますね。全体的になんかオンオフがはっきりしてるからゆとりがあるよね。そうですね、はい。これさ、2日前ってなるとさ、なんとなくイメージなんだけど J クラブは少しちょっとピリッと感が少し出てくるというか、だからそれが全体的になんかない。試合の直前で入るぐらいな感じかもしれないです。まあ前日も練習の中はちょっとピリッとしますけど、もうそれ以外はフリーというか、最初から通訳はいなかった。はい。最初はどうしてなの、その北投手とかは。まあでもマリノスで監督がオステゴグルーさんだったり、ケビン・マスカットさんだったりで、まあ英語だったんで、サッカーに関してのところはそんな問題なかったんで、まあでもやっぱ喋るところがやっぱ難しかったんで、もうそこはもうトライアンドエラーっていうか。あ、すごい。6月全部。そうですね。先生つけてた時もちょっとあったんですけど、そこからはもう基本に自分でやってますね。今チャット GPT が僕の英語の先生なるほど。はい開幕戦終わってすぐなんかオフィシャルの記者会見にやらされて、嘘でしょみたいな。通訳なしの。まあ一応言ってることは分かったんですけど、まあたまに振り返りますけど、ひどい英語を喋ってるなと思います雑でしたけど、まあなんとか言いたいことは伝えれてるかなぐらいの感じでした。すごい。やればできるってことなんです。そうですね。やるしかないですね。しかももうポジションからキーパーなんで、喋らないとどうにもなんないんで、まあそういうのが自分に足りないと思って、それが求めてた部分でもあったんで、なるほど。はい。まあそういうのも含めてこっちに来たんで、はい。だいぶ参考になる動画ですよ。これからトライしたい人、チャレンジしたい人。一つの選択肢としてなんか MLS もあるよっていうのも、なんか示せたらいいなと思いますし、まあ僕も正直オファーもらうまで MLS 全く見てなかったんで、来て自分で実際に経験しないとやっぱ分かんないこといっぱいあるんで、まあ来てよかったです。どんどん市場価値が MLS 上がってるし。はい。まあもうでもメッシ様々です。役をつくのがうまいっていうか、なんかなんだろう。イニエスタもなんか似たような感じだったと思うんですけど、なんかこう自分の空間とか間合いがあって、そこ入ったらもう取れないですよ。俺もアンドレスと一緒にやって、まさにそれ、ちょっとヒレの種類とかは、多分、そうですね。違うとは思うんだけど、もうなんか言語的なやつはサイズが逆疲れるみたいなのを、で、宇佐美選手も対談した時に、ラームがそんな、同じこと言ってて、やっぱそういう選手ってちょっとなかなかやっぱ言語化できないんだけど、なんで説明したらいいんですかね。あと僕イニエスタ選手とか PK 対峙したんですけど、トーレスの引退試合の時になんていうんですかね。普段だったらこうなんかこの選手どういうこと考えてんだろうとかっていうのがなんか予想しようとするんですけど、なんかその頭の中になんか入っていけなかったです。なんだろう、なんていうの、なんか頭の中になんかダイブできなかったっていうか。なるほど。ちょっとなんかどこ蹴ってくんのみたいな。でその前に映像とかもいろいろチェックして、で今まで癖とかも持った中で、さあ対峙しました、どっち蹴るかなってなった時に本当に分かんなかったですね。なんか本当さっきののれんに腕押しじゃないですけど、本当に僕がちょっとでもこっち動いたら打てるし、逆持ってけるし、なんか PK 対峙した時にあの感覚になったのは初めてでしたね。なんか本当に分かんない。分かんない。はい。What a professional.
Professional. Guarda, professional. Bakaoka. Guarda, で帰ってなんか特別にすることはゆっくり週1の試合の時とかは家にジムがあるんで、家にジムそのマンション住んでるマンションになるほどなんかジムがあるんで、そこでジムしたり、あとサウナも家についてるんで、なるほどサウナ入ったり、あと家で、ジムでマッサージしたりとかはしますね。じゃあもう一日中ずっと体のケアというか。そうですね、やっぱ日本いる時より自分の体のケアに対する時間は、増えたかもしれないですね。J リーグと MLS の違いって大きな違いってなんかフットボールスタイルが本当に全く違うんで、なんていうんですかね、こっちの方がもうよりゴールに直線的な印象はありますね。なるほど。日本だとこう横にボールが動くことの方が多いと思うんですけど、でもこっちはどちらかというともう本当に、前線はフィジカルだったりスピードある選手多いんで、そういう選手の能力を生かしてこうダイレクトにゴールに来るイメージがあるんで、そのなんかプレーの方向性、横とその縦の違いっていうのはもしかしたらあるかもしれないですね。南米系の選手がやっぱ多いチームはそのテクニカルに、マイアミとか、そうですね、ボールを保持することにすごいこだわったりしてるチームとかもあるんですけど、もうそれ結構色かなと思いますね。なるほど。やっぱりアウェーゲームがやっぱ移動があったり、例えば気候が全然違ったりとかするんで、アウェーゲームをいかにどう賢く戦うかっていうのは、それこそ時差も入ってくるし、標高も入ってくるし、そうですね、あと温度差だよね。日本でいう ACL をリーグ戦でやってるみたいな感覚なんですかね。アウェーだったらパスポート持ってたりする。なるほど。ACL をやってる感覚ですからね。長い移動時間プラス、それを普段の中2の連戦とかでもやらないといけないんで、やっぱり日本にいた時よりもより一層こう体のケアだったり、どうやって回復させるかとか、ご飯何食べるとかもそうですし、より気を使うようにはなりましたね。アイスコーヒーでいいですか？アイスコーヒー。一緒で。でクラブハウスと練習参加ともう超貴重映像を撮らせてもらったんですが、ちょっといろいろ経歴を見させてもらって、競争っていうところが常にある。で横浜 FC のジュニアからユース上がって2種登録、高3で2種登録、でそこから横浜 FC に始まるんですが、まずは南雄太さんという、まず壁とぶつかるわけなんですが、でサガン鳥栖は権田選手というまた大きな壁にぶつかるわけなんですが、もう本当常に競争がある。2種登録っていうぐらいなので、ユースでしっかりと結果を残していくところだったと思うんですが、そうですね、小学校ぐらいまでは、神奈川で、1番2番とか、で、そこから関東トレセンみたいなのもちょっと呼んでもらったりしてたんで、その年代の中では、それなりにやれてた方だったと思うんですけど、中学入学する時に150ぐらいとかだったんで、あんまり身長はなかったんですけど、横浜 FC が、そこなんですかね、可能性を見出してくれて、そのユースで、ある程度その結果を残して2種登録っていう時はどんな気持ちというか、高校2年生ぐらいからこう年代別の代表にちょこちょこ呼んでもらえるようになってたので、トップ昇格するためにも、その2種登録をなるべく早い段階でしなきゃいけないなというふうに思ってたんで、そのタイミングでそうやってしてもらえたのは一つ良かったと思いますし、プロになるためのステップをこう超えられたかなっていうような瞬間でしたね。でもそこから数々のこのレギュラー争いのための壁が、特にキーパーっていう一つのポジションを争う、なかなかチャンスをつかみきれない中でどうやって進んでたか、それがもがいてたのかなのか、逆にそれを楽しんでたのかなのか、どういうマインドで一つ一つを向き合ってたのかなっていうのが聞きたくて、まずその南さんの時は、高校卒業してプロ入った時は、
とてつもないやっぱ差を自分は感じていたんで、はいはいはい、もうシュートを打たれたら入っちゃうみたいな、ような感覚を持ってたんで、これはちょっと、まずいなというか、本当に基礎から自分の地盤をこう作っていくしかないなっていうふうに思いましたし、そこでレギュラー争いとかっていうのは正直最初の 1,2 年目とかは特にやっぱ考えられなかったですし、もう本当に地道にトレーニングしていって、もう差を埋めるしかないなっていうふうに思ってました。そこで多分転機となるのが2017ですね。はい、初めて17年で、そこで出てから移籍っていう決断をするわけなんですけど、移籍先でもまた権田選手という、なぜにそこをこうチョイスしようって思って、これが多分なんからしいなというか、納得のいくパフォーマンスが全然できなくて、試合は出してもらってたんですけど、この自分の力でこう負けを引き分けを勝ちにとかできたかって言われると、そういう感覚が全然なくて、もう一年やっぱ力つけて、ちゃんと試合を継続的に出て、出ないとダメだなっていうふうに思ってたんですけど、山本海人さんが、千葉から来られたと思うんですけど、で南雄太さんもいて、でもう3番手とかになっちゃったんで、そのタイミングでたまたま鳥栖がキーパーを探してたっていうところで、横浜 FC で育成でこう育ててもらって、トップチームに上がって、こうなんていうんですかね、独り立ちしないといけないっていうような意識もあった中で、それプラス、鳥栖には権田選手もいたので、日本のトップの人とやっぱやることで、なんか自分自身成長できるんじゃないかなと思って、決断をしましたね。いざこう行ってみての、どんなこうシーズンをリーグ戦は出てないですし、ルヴァンカップに数試合出ただけなんですけど、今まで12年のサッカーキャリアの中でも試合は出なかったけど楽しかったなっていうか、それは権田選手もそうですし、キーパーコーチがイタリア人のキーパーコーチで、いろんな種類のトレーニングがあったり、いろんな要素をこう混ぜてくれたり、あとは日本とこうイタリアでキーパーの考え方、ボールの止め方とかっていったものが全然違ったので、そういう新しいものに触れるっていうのがすごい楽しくて、もう朝起きて、今日練習何やるのかなみたいな、今日早く練習行きたいなっていうのをずっと思ってた2018年でした。大きな違いってどういうところに？ボールにこうアタックしろっていうことをずっと言ってて、ボールを待つなと、ボールを待って後ろでこうやって取るんじゃなくて、そのシュートに対して自分からこうアタックしろ、こう手を伸ばして待つなと、アタックしろっていうのをもうひたすら言われてて、それのトレーニングがなんていうんですかね、こう自分の今までの価値観をこう変えてくれたというか。なるほど。なんか守備と変わんないんだね。やっぱボールをディレイするんじゃなくて奪いに行くっていうか。そうですね。でそこで、権田選手が移籍が2019年の1月あたりに多分、1月2月に移籍しました。それで試合出場っていうところ、でそこからのまたマリノスっていう選択肢になると思うんですけど、コロナの期間で10月になんかその特別にその移籍の期間があって、でそのタイミングでマリノスがキーパーを探してるっていうところで、オファーをいただいて、僕自身その年鳥栖で副キャプテンもやらせてもらってたんで、すごい迷ったんですけど、やっぱりその自分の成長だったり、あとは子供の頃からやっぱファンだったんで、その地元の違う横浜のチームに変えるっていうのはなんかすごく自分の中でモチベーションだったんで、移籍を決断しましたね。ただここでもまた帯選手のレギュラー争いが、常にやっぱレギュラー争いが、実際にじゃあ帯選手がこう試合出場が多くなった時ってどういう、しかもキャリアをちょっと重ねてるじゃない、重ねてる中でまたそこにこう何度もこうね、2番手になってまたっていう、そこら辺のメンタリティとかってどうやって保ってたっていうか、どういう考え方のもとにやってたのかっていうのがすごい気になってて、やっぱ単純に自分の力が足りないっていうふうに思ってましたし、力のある選手であれば、どんな状況でもどんな監督でもどんなチームでもやっぱ使ってもらえるっていうふうに思って、そこがやっぱ根底にあったんで、自分がレベルアップするしかないなというふうに思ってましたし、もちろん苦しかったですけど、本当にもう自分のやることを愚直にやるしかないなっていうメンタルではいました。
試合出始めたのは2021の4月ぐらいだったと思います。その時最初はポストゴーグル最初はポストゴーグルでした。で途中からまあゲームマスカットでその頃からは基本的に、出させてもらってましたね。まあレギュラー取ったきっかけっていうか、確かオビー選手が怪我かになって、で僕もちょうどその時、ちょっと怪我してて、その試合、なんとか、トレーナーの方の力もあって、出させてもらって、まずまずのパフォーマンス、そこから、なんか継続的に出させてもらった感じですかね。どこでビルドアップ能力だったりっていうのがこう身についたのかなっていうのは、まず本当幼少の頃に、中村俊輔選手がめっちゃ好きだったんで、なるほどなるほど、左足かっこいいじゃないですか、左足のフリーキックとか、家の近くの公園で左足ばっか蹴ってた、でそれが多分根底にあって、岡村氏のジュニアエースがもうその時からもキーパーもフィールドプレーヤーのようにこうボールをつなぐ、そういうサッカーを志向してたので、横浜市のところで鍛えられたっていうところもありますし、鳥栖に行って、金明輝監督になってから、もう自分をこうもう戦術の一個にこう組み込んでくれてというか、そこの足元のところをすごい監督からも言われてたんで、自分の特徴がビルドアップって言えるようになったのは、鳥栖の頃かなとは思いますね。その2022年その優勝のことをちょっと聞きたいんですけど、苦しんだシーズンだったのか、それとも結構意外と淡々こう勝ってチームは勢い乗ってっていうことだったのか。でも数字だけを見ると、簡単そうに見えるとは思うんですけど、でもやってる個人としてはもう結構いっぱいいっぱいだったというか、自分のパフォーマンスをある程度出せた試合もありましたけど、落ちてしまった時期もちょっとあったんで、全体的に見ると、全部の試合出れましたし、最小失点で、ベストイレブンも選んでもらったりだとか、こう自分のキャリアをこう上にこう向かせてもらった、非常に大事なシーズンだったかなと思いますね。でそこでまた今のバンクーバーホワイトキャップスっていうところで優勝してなおみたいなところで、そこは、経緯としてはオファーがあったっていう。そうですね、もちろんマリノスも残留してほしいっていう多分意向は出してると思うんですけど、その中でのこの選択っていうのは、僕の中ではその2022シーズンもう始まる前にもう今シーズン優勝して、新たなチャレンジをしたいっていうふうに思ってたので、それがしっかり現実となって、優勝できたっていうところで、ヨーロッパやっぱり行きたかったんで、ヨーロッパのオファーを待っていたんですけど、なかなか、オファーが、来なくて、でそのタイミングで、バンクーバーがかなりこう熱心にオファーをくれたので、最初オファー1回目来たのが11月の末とかで、そのタイミングでは、一応お断りの返事をさせてもらったんですけど、1月の半ばぐらいにもう一度話が来て、マリノスでやりますっていう風なことを伝えてはいたんですけど、ゴールキーパーとしてやっぱもう一個上のレベルに行くためには必要なんじゃないかなというふうに思いましたし、日本代表に入ったり、ワールドカップでプレーする、自分が求めているゴールキーパーになるためにはなんか今のままじゃやっぱダメだなっていう思いがあったので、自分に必要なチャレンジだなと思って決断しました。オールスターにも選出されるというところで、しっかりとこう着実にこうキャリアを重ねてるんですけど、多分海外挑戦したい選手ってもう本当たくさんいると思うんですけど、実際に特にキーパーっていうところでいうと、最近ではヨーロッパで取ったザイオン選手とか、キーパーの評価も徐々に上がってきてるものの、全体的に世界的に見てもまだ高くない中で、どうやってこう勝ち取っていくかっていうところがこう問われる中で、このどのようにして今の定着っていうところまでこう行き着いたのかっていう。監督もすぐ使ってくれたのもやっぱ大きかったですし、本当試合をやりながらこうなんかこうチームにこう組み入れてくれたので、そこは本当にありがたかったなと思いますね。まだまだそのね、これから日本代表だったりとかいろいろこうねチームでも目標はあると思うんですけど、ずっとチャレンジしてるなっていう、試合出るためにはどうしたらいいんですかという悩んでる子たちがたくさんいるので、もうなんかメッセージじゃないですけど。いやもううまくいくまで続けることじゃないですか。それはやっぱ、やめちゃえばそれが失敗で終わるかもしれないですけど、成功するところまで持っていけば過程になっていくと思うんで、それがそういう失敗を過程と捉えるか、
っていうところが一つ大事なんじゃないかなと思いました。やり続けることがやっぱ僕は大事かなと思いますね。キーパーとしてやっぱどういうことをやってきたのかっていう。でも本当に基礎的なところをすごい自分はこだわってきましたし、テクニック的なところですね、キックはどうやったら力じゃなくてボールを飛ばせるかだったり、どうやってボールをキャッチするかとか、構え方とかもそうですし、どうやってじゃあダイビングするかとか、そういった細かいそのところをすごい突き詰めてもらえるようなキーパーコーチだったので、そこにすごいフォーカスして僕はやってましたね。やっぱ基礎なんですね。本当にラットさんも言ってました。基礎やった。はい。高岡選手、バンクーバーホワイトキャップス、これからホームアウェイと試合もありますので、SNS もやられているので、皆さんぜひね応援の方もよろしくお願いします。ということで、今回、バンクーバーホワイトキャップスの中に潜入取材させていただいて、コーディネートまでしていただいてのこれからもまだまだそのキャリアをねまだまだ伸ばしていく、と思いますので、皆さんぜひ応援の方もよろしくお願いします。ということで今回これで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。